今回はドラフトワークベンチの中の移動、回転、尺度、共造ツールについて紹介します。最初に、移動ツールについて見ていきましょう。最初にこちらのポリゴンを選んでやります。次に、移動ツールをクリックします。そして、移動開始点をクリックします。移動させたい方向にマウスをドラッグします。そして、終点でもう一度クリックします。すると、このように図形を移動することができます。それでは、もう一度、移動を行ってみましょう。最初にポリゴンを選択し、移動ツールをクリックします。今回は、コピーオプションをチェックしてみましょう。次に移動開始点をクリックします。そして、移動方向にマウスで動かし、終点でもう一度クリックします。すると、先ほどとは異なり、元の図形はそのままで、コピーが終点に表示されます。それでは、次にキーボードよりの入力で、移動を行ってみます。最初に、この図形を選択します。そして移動ツールをクリックします。次に、パラメータ設定画面で視点座標を入力します。ここでは、X 座標、Y 座標とも0を入力します。そして、エンターポイントをクリックします。次に移動座標を入力していきます。ここでは、X0、Y20 と入力します。すると、このようにコピー元の上にコピーされた図形が表示されます。図形の一部を移動やコピーする場合には Modify Sub-Elements オプションをチェックしますが、このようなサブエレメンツのない一つの図形では、エラーとなります。例えば、線分ツールを使用し図形を書いていきます。この図形の一部を移動やコピーする場合にサブエレメンツオプションを使用します。このように、線分ツールを使って三角形を描いていきます。今、線分は3つに分かれていますが接合ツールを使って1つにまとめると、各要素はサブエレメンツとなります。3つの線分を選択し、接合ツールをクリックします。すると、このように1つの線分に統合されます。それでは、この線分の一部を移動コピーしてみましょう。線分を選択した状態で、移動ツールをクリックします。次に、Modify Sub-Elements をチェックした状態で、開始点をクリックします。そして、マウスを動かし、コピー先まで移動しクリックを行います。すると、このように図形の一部がコピーされます。これが、Modify Sub-Elements オプションです。もう一つのサブエレメンツオプションの例を見ていきましょう。今回はポリラインを描いていきます。このようにポリラインを描いていきます。このポリラインの一部を移動してみましょう。例えば、この線分を選択して、移動ツールをクリックします。次に、Modify Sub-Elements オプションをチェックします。ここを移動中心として、このような形で移動を行います。このように、Modify Sub-Elements オプションは、ポリラインの線分についても適用することができます。それでは次に、回転ツールを使ってみましょう。まずは、回転対象のポリゴンを選択します。次に、回転ツールをクリックします。最初に回転中心を選択します。今回は、原点をクリックします。次にベースアングルをマウスを移動して決定します。ここでクリックします。そして回転方向にマウスを移動し、回転角度を決定します。そして、ここでクリックすると回転が完了します。次はコピーオプションをチェックし、
もう一度行ってみましょう。回転中心をクリックします。次にベースアングルを決定します。そして回転方向にマウスを動かし、もう一度クリックで決定です。すると、このように元の図形のコピーを取ることができます。次にキーボードより入力して回転を行ってみます。X 座標0、Y 座標0と入力し、エンターポイントをクリックします。次に、ベースアングルを入力します。この例では、0度としエンター、回転角度は45度としてエンターします。すると、このように45度回転した図形がコピーされます。次は、尺度ツールについて説明します。まず、ポリゴン図形を選択します。そして尺度ツールをクリックします。次に、拡大の原点を座標値として入力します。ここではマウスを移動し、原点でクリックします。すると拡大倍率を入力する画面が表示されます。この項目をマウスで入力するには、Pick from two points をクリックしマウス操作を行います。すると、拡大中心よりマウスカーソルに線分が表示されます。この長さが倍率の分母の値となります。次にマウスを移動し、分子の値をクリックし、決定します。すると、このように拡大された図形が表示されます。それでは、次に縮小操作を行ってみましょう。最初にポリゴンを選択します。次に尺度ツールをクリックします。そして、拡大中心をクリックします。次に、Pick from two points をクリックして、拡大倍率の分母をマウスで決定します。この例では、原点より 20mm でクリックしました。そして、分子を入力します。ここでは、原点より 10mm の距離でクリックします。すると縮尺が1/2の図形がコピーされ表示されます。それでは、次に縮尺ツールをキーボードで操作してみます。ポリゴン図形を選択した後、縮尺ツールをクリックします。次に、拡大中心座標をキーボードより入力します。ここでは、X0、Y0 として入力した後エンターポイントをクリックします。次の画面で、ユニフォームスケーリングがチェックされた状態で、X の拡大倍率を操作すると Y 座標の倍率も同じ値で変化します。この時、ユニフォームスケーリングのチェックを外して操作してみましょう。すると、このように Y 座標のみや、X 座標のみの倍率を個別に変化させることができます。最後に、鏡像ツールについて説明します。最初にポリゴン図形を選択します。こちらの Y 軸に対して、鏡像を作成してみましょう。鏡像ツールをクリックします。次に、鏡像の中心となる座標を設定します。こちらの Y 軸上の1点をクリックします。そしてもう1点をクリックすると、このように、この軸を中心として鏡像が表示されます。それでは、もう一度行ってみましょう。図形を選択し、鏡像ツールをクリックします。そして、鏡像の中心となる線分の2点をクリックします。すると、このように鏡像が表示されます。それでは、次に別のパターンで鏡像を作成してみます。元図形を選択し、鏡像ツールをクリックします。今回は鏡像の中心として、原点をクリックします。そして2点目をマウスを移動し決定すると、このように対角線上に鏡像を表示することができます。
最後に、キーボード入力で、鏡像作成を行ってみましょう。余分な図形を削除した後、こちらの図形を選択して鏡像ツールをクリックします。パラメータ設定画面が表示されたら、鏡像の中心となる第1点目を入力し、エンターポイントをクリックします。次に第2点目も入力し、もう一度エンターポイントをクリックします。すると、このように鏡像が作成されます。